皆さんこんにちは、ちースタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ということで今回はニコンの ZF とソニーの α7C2 どっちを選ぶべきかというお話をしようかなと思います。実はこの2台はそれぞれ単体のレビュー動画は過去に出していて、 ZF は半年間使ってみてのレビューと α7C2 は私が使い続けている理由という動画があると思いますので、それぞれを深く知りたい方はそちらも合わせて見ていただけたら嬉しいです。まず本題の前に、私がこの2台でどんな撮影をしてきたのかというところについてお話をしようかなと思います。まずソニーの α7C2 なんですが、こちらは写真も動画も本当によく使ってきました。旅行に持って行ったりとか SNS 用の写真とか EC サイトに載せる用の商品写真とか、あとは去年出展したデザインフェスタの準備でもかなり活躍してくれて、なんていうか私の活動を支えてくれる相棒としてかなり好きなカメラになります。そして一方の ZF は完全に写真を楽しむためのカメラとして使っています。私は Z マウントのレンズはこの 40mm の単焦点レンズしか持ってはいないんですが、この 40mm の画角も見た目の組み合わせもすごく気に入っています。先ほどもお話をしましたが、まず ZF と α7C2 の見た目のお話からしていこうかなと思います。 ZF を検討している方はやっぱりこの見た目に惹かれる方が多いんじゃないかなと思います。私もこのシルバーのフィルムカメラのような雰囲気がすごく好きで、友達と出かけた時に今日のカメラ可愛いねって言ってもらえることも多いです。ただちょっと気をつけておきたいところが重さですね。ZF は見た目からすると軽そうに見られることが多いと思うんですけど、実際はボディが 700g ぐらいあって、持ってみると結構しっかりと重量感があります。そしてグリップもないので1日持ち歩くとちょっと手が疲れてくるかなっていう感じも正直あります。可愛い見た目で選ぶこと自体は全然いいと思うんですけど、この重量感だけは一度ちょっと確かめる必要があるなと思います。一方でソニーの α7C2 は見た目はシンプルなデザインっていうような感じなんですが、フルサイズなのに重量が 500g くらいとかなり軽くて、小さめのこういうレンズと組み合わせるとかなりコンパクトなサイズ感になります。一応 ZF と 40mm と α7C2 と 24mm の比較をするとこんな感じの違いがあります。続いてはこの2台でそれぞれ撮影する時のお話をしようと思うんですけど、ここがこの2台の特徴の違いがすごい分かりやすい部分かなと思います。まず ZF は ISO とシャッタースピード、あと露出ダイヤルが全部この上面のダイヤルになっていて、ダイヤルをこうカチカチ回しながら自分で設定を決めて撮っていくカメラになります。このレトロな操作の感じは私が持っている他のカメラにはない魅力で、ダイヤルをカチカチ回しながら設定を決める過程も含めて楽しめるカメラだなと思います。そしてニコンのカメラはものすごくファインダーが綺麗なので、覗きながら撮るのがより一層楽しいと感じます。一方でソニーの α7C2 は AI プロセッシングユニットが搭載されていて、人物だったり動物などいろんな被写体を認識してかなり正確にピントを合わせてくれます。なのでシャッターを切るだけで綺麗にピントを合わせて撮れる場面がかなり多いです。そして基本的に設定はモニターを見ながら親指のこの操作だけで決められるので、マニュアルで撮影をするときは α7C2 の方が素早く撮れると思います。そして動画についてなんですが、まず α7C2 は 4K の 60p で撮影ができて、ダイナミックアクティブモードという動画用の強力な手ブレ補正も入っています。それに加えて私が便利だなと思っているのが、写真と動画で設定を分けて使えるところです。
モードを切り替えるだけで写真は写真の設定、動画は動画の設定で使えるので、例えば旅先で写真を撮っていていい景色だから動画も撮っておきたいなっていう時もこのダイヤル一つで行き来ができます。写真も動画も撮りたい方にはこの機能はすごくありがたい部分だと思います。過去に α7C2 とこの 24mm のレンズの組み合わせだけで Vlog を撮っている動画もいくつか公開しているので、ぜひそちらも見てみてください。そして一方の ZF も実はログでの撮影ができて、動画の性能自体は悪くないと思います。たださっき魅力としてお話しした上面のダイヤルが動画との行き来ではちょっと大変なところもあって、ソニーのカメラとは違って ISO とかを独立で写真と動画で設定することはできないので、動画を撮るたびにシャッタースピードとか ISO をダイヤルで合わせ直して写真に戻る時にはまた戻してっていうような使い方になってしまいます。なので写真と動画を頻繁に使い分けるような撮り方はちょっと大変かなという感じです。なので私は ZF で動画を撮るっていうことはほとんど今はなくて、動画は ZV-1 か α7C2 か α6700 など他のカメラで撮ることが多いです。それからもう一つレンズのお話もしておきたいなと思います。カメラ選びはボディだけじゃなくてレンズのことも含めて考えるのが大事だと思います。α7C2 の E マウントはレンズの選択肢がとにかくたくさんあって、ソニー純正のレンズもかなりたくさん種類がありますし、シグマさんとかタムロンさんといったサードパーティーのレンズもすごく多いので、軽めのレンズから本格的なレンズまで予算だったりとか撮りたいものに合わせて選ぶことができます。私は 2470mm の GM2 とかこの小さい 24mm の単焦点、あとはシグマのマクロレンズだったりズームレンズなどを使っていますが、次に撮りたいものができた時に探せばちょうどいいレンズが見つかるっていうところは E マウントの良さかなと思います。予算に合わせてレンズを選べるっていうところは他のメーカーにはあまりない魅力かなと思います。Z マウントにも私が使っているこの 40mm の F2 のように小さくて写りも見た目もすごくいいレンズはあります。ただ他の種類だったりサードパーティーの選択肢という意味では今はまだ E マウントの方が幅が広いのかなっていうのが正直な印象です。ということでここまでお話ししましたが、最後にそれぞれのカメラがどんな方に合うのかっていうところについてお話をしたいと思います。まず写真も動画も撮りたいっていう方、今は写真だけ撮っている方でもこの先動画を撮る可能性が少しでもあるっていうような方とか、なるべく軽い組み合わせで持ち歩きたいという方、こういう方には α7C2 を私はおすすめしたいです。あとはまだどんな被写体を撮りたいのか決まってないっていう方も私は α7C2 の方が合っているんじゃないかなと思っています。写真は撮りたいけどいつか SNS で綺麗なショート動画を作ってみたくなるかもしれないとか、発信活動をしてみたくなるかもしれないとか、そういう可能性まで含めて考えるとレンズが豊富で軽くて動画も楽しめる α7C2 の方が楽しめるんじゃないかなと思います。一方でとにかく見た目が可愛いカメラが欲しいっていう方とか、動画はあんまり撮らなくて写真をメインでじっくり楽しみたい方、そういう方には ZF がすごくいいと思います。ダイヤルを回しながら撮る時間を含めて楽しいカメラなので、写真が好きな方には満足度が高いんじゃないかなと思います。たださっきもお話しした通り、見た目のこの印象よりは重量感がやっぱりあるので、そこだけは確かめた方がいいと思います。自分はどういうところを優先したいのかっていうところを考えて選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。
ということで今回はニコンの ZF とソニーの α7C2 どっちを買うべきかというお話をしてきました。どちらも本当にいいカメラなので悩むとは思うんですが、動画も撮る可能性がある方であればやっぱりソニーの α7C2 がいいと思いますし、動画は撮らずに写真をじっくりと楽しみたいっていう方であれば ZF っていう感じで参考にしていただけたら嬉しいです。ぜひ今日お話ししたこと以外でも ZF を選ぶ理由とか α7C2 を選ぶ他の理由があればコメントで教えていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。